今、私たちの目の前でとてつもなく巨大な、巨人たちが市場を席巻していますよね。はい。AI の進化とか、巨大なデータセンターの乱立とかですね。ええ。まさにその歴史的な半導体ブームです。でも、投資の世界で本当にエキサイティングなのは、誰もが目を奪われているその巨人の足元なんですよ。巨人の足元ですか？はい。巨大な影に隠れながら、全く違う戦略で急成長している企業があるんです。いわば、ゴールドラッシュの時代に金を探して走り回るのではなく、金を掘るためのツルハシをですね、黙々と、しかも独占的に提供し続けている地味ながら絶対に不可欠な企業が存在するんです。なるほど。アメリカの巨大テック株、いわゆるマグニフィセントセブンなどにはすごく興味があるけれど、バリュエーションが高すぎて高値掴みが怖い。かといって何に投資していいかわからないというあなたにとって、そのツルハシ戦略は非常に魅力的に引き見ますね。そうなんです。ただ、なぜ今我々はその視点を日本に向け、ダイヤモンド工具の最大点に注目するのでしょうか？非常に重要な視点です。今回の分析はですね、銘柄コード6140が公開している最新の IR 資料や決算資料といった客観的な事実に基づいています。はい。なぜ今この企業に注目すべきなのか、理由は3つあります。ではその背景にある戦略を紐解いていきましょう。まずは一つ目の理由からお願いします。はい。まず理由の1つ目、高付加価値、つまり電子半導体分野への劇的なシフトです。半導体分野へのシフトですね。彼らはもともとビルを建てるための一斉記載とか建設向けの工具なんかも広く手掛けていました。昔ながらの工具メーカーというイメージですね。そうなんです。しかし今、AI やデータセンターに絶対に不可欠な半導体向け、具体的には CMP コンディショナーと呼ばれる超精密研磨工具などの領域へ、会社の全勢力を集中させています。ほう。技術として、2025年3月期の電子半導体分野の売上構成比目標は 43.3%、金額にして約171億円まで拡大しているんです。なるほど。その CMP コンディショナーについて少し技術的な深掘りをさせてください。ただの工具ではなく、なぜそれが AI 半導体に不可欠なのでしょうか？そこが非常に興味深いポイントでして、CMP コンディショナーというのは、要するに極小のレコード針のような人工ダイヤモンドを無数に散りばめた円盤状の道具なんですよ。レコード針の円盤ですか？はい。AI 向けの最先端半導体って微細な回路を何層にもミルフィールのように重ねて作られますよね。立体的に重ねていく技術ですね。その際、シリコンウェハーの表面がナノレベル、つまり原子数個分のレベルで完全に平らでないと、上の層を重ねた時に回路がショートして一発で不良品になってしまうんです。なるほど。高層ビルを建てるときに、1階の天井がミリ単位で傾いていたら、100階建てのビルは確実に倒壊するのと同じ理屈ですね。まさにその通りです。ウェハーを完璧に平らに磨くための研磨パッドがあるんですけど、磨いているうちにパッド自体が削りかせで目詰まりを起こすんですよ。ヤスリがツルツルになっちゃうような感じですね。そのパッドの表面を常に最高の状態に削り取って整えるのがこの CMP コンディショナーの役割なんです。なるほど。つまり、この工具の精度がホロマリ、要は良品率の芋ぬばねになるわけです。例えるなら、日用品から生鮮食品まで何でも売っている総合スーパーから利益率が圧倒的に高い高級セレクトショップへの見事なキャリアチェンジを果たしている最中と言えますね。技術力の高さを武器に、より利益率の高い土俵へ移っているわけですね。ただ消耗品であるならば、競合他社に乗り換えられるリスクも常にあります。そこを彼らはどうやって自社製品から離れられない状態、つまりスイッチングコストを高く保っているのでしょうか？鋭いご指摘です。実はこの工具、ただダイヤモンドを貼り付ければいいわけじゃないんです。と言いますと？顧客の工場のラインごとに、ダイヤモンドの粒の大きさとか、配置パターンをミクロ単位でカスタマイズしているんですよ。なるほど。完全オーダーメイドなんですね。そうなんです。だから、一度ラインに組み込まれて最適なセッティングが出ると、顧客側も不良品リスクを恐れて、簡単には他社製に切り替えられなくなります。確かに。これが強固な参入障壁になっているんです。単なる工具メーカーではなく、顧客の製造プロセスに深く入り込んだパートナーになっているということですね。それは強力なモートになります。では、2つ目の理由は何でしょうか？はい。理由の2つ目は、強烈なバランスシートのスリム化です。財務戦略の話ですね。彼らは長年保有していた政策保有株式、いわゆる企業同士の持ち合い株を今猛スピードで進めているんです。
直近のデータだけでも約20億円もの現金を喪失しています。日本の伝統的な企業によくある昔からの付き合いで持ち合っていた株を売却しているのですね。これはガバナンス改革の文脈でも評価されやすい動きです。ええ、まさに。これを私たちの日常のお金の話に例えるならですね、はい。家の押し入れで何年も埃をかぶっていた、いつか使うかもしれない不要な高級ゴルフセットってあるじゃないですか。ありますね。場所ばかり取るやつですね。それを思い切ってメルカリなんかで全部売り払って、そのまとまった現金を子供の将来のための教育費、つまり次世代の成長投資に全額突っ込むようなものなんです。なるほど。それはわかりやすい。社経の劇的な断捨離であり、資本効率を上げるための極めて合理的な判断なんですよ。それは非常に納得感があります。死蔵されていた資産が生きたキャッシュとして事業に還流するわけですからね。では、3つ目の理由をお願いします。理由の3つ目は、次世代に向けた経営基盤の最適化です。最適化ですか？はい。彼らは2026年の5月に、本社を現在の千代田区清井町から同じ千代田区の麹町へ移転することを決意しました。本社移転ですね。ビジョン2030という長期ビジョンのもと、単にオフィスを新しくするだけじゃないんです。レイアウトを最適化して、部門間の連携やコミュニケーションを促進し、業務効率を抜本的に高める計画なんですよ。つまり、ただの引っ越しではなく、筋肉質な組織への肉体改造ですね。まさにその表現がぴったりです。物理的な壁を取り払うことで、研究開発と営業のフィードバックループを加速させて、より早く、より無駄なく動ける体を作ろうとしているわけです。なるほど。さて、ここからが今日一番大切な話です。ここまでの戦略がどう実を結んでいるのか、非常に気になります。では、具体的な数字の検証に入っていきましょう。この企業はすでにしっかりと利益を出している黒字成熟株です。注目すべきは2025年3月期の中間決算ですね。はい。数字はどうでしたか？売上高は前年同期比で 6.1% の増加でした。しかし、本業の儲けを示す営業利益はなんと 51.4% 増という驚異的な伸びを示しているんです。売上が約 6% しか伸びていないのに、利益が 50% 以上も増える。これは先ほどの高級セレクトジョップへのシフト、つまり高付加価値な半導体向け製品への注力が見事に数字に表れている証拠ですね。利益率の改善、いわゆるオペレーティングレバレッジが効いています。その通りです。そして、市場がこの企業を再評価し始めている最大の要因が ROE、自己資本利益率への明確なコミットメントなんです。ROE へのコミットメントですか？結論からお伝えすると、彼らはこの ROE を 6% 以上に引き上げることを明確なターゲットとして宣言しています。日本の B2B 部品メーカーがこの数字に経営陣レベルでコミットするということは、資本コストをかなりシビアに意識し始めた証拠と言えますね。はい。ここでなぜ彼らが ROE 向上にこれほどこだわるのか、その理由を改めて整理しておきましょお願いします。理由はシンプルで、ROE が企業の稼ぐ力を総合的に示す通信簿だからです。ROE は収益性×資産効率×財務レバレッジという掛け算で決まるんですね。はい。これを具体例で例えるなら、ボクシングなどのアスリートの減量をイメージしてください。アスリートの減量？企業が自社株買いなどで株主資本、つまり体重をぎゅっと絞り込みます。そして同時に高付加価値製品で利益、つまりパンチ力を上げるんです。なるほど。体重が軽いのにパンチ力が強ければ、それは極めて優秀なアスリートですよね。まとめると、無駄な財肉を削ぎ落とし、少ない資本で効率よく大きな利益を生み出せるようになるため、ROE の向上は株式市場で非常に高く評価されるんです。財務のメタボ体質を脱却し、戦える体を作っている。非常に論理的なアプローチです。はい。さらに踏み込んで、この企業の財務戦略の凄みを、過去、競合、そして市場全体の3つの比較軸で定義づけてみましょう。3つの比較軸ですね。まず1つ目、過去比です。彼らはこれまで配当成功の目安を 40% としていましたが、これを一気に 50% 以上へと過去にない強気のシフトを行いました。利益の半分以上を確実に株主に還元する。これは長期投資家にとって非常に頼もしいメッセージです。次に2つ目は競合比です。半導体市場全体を見渡すと、ディスコのような上流の加工装置メーカーが熱狂的に買われ、バリュエーションが高騰していますよね。装置メーカーは非常に人気があります。しかし、
朝日ダイヤモンド工業が握っているのは高価な装置ではなくて、その下流でラインが動く限り使われ続ける消耗品なんです。上流の装置メーカーが評価され尽くした今、この下流の消耗品メーカーは競合や業界全体と比較してまだ割安な水準に放置されています。装置メーカーはいわゆる売り切りのビジネスモデルの側面が強いですが、削るための工具はプリンターのインクやカミソリの開発と同じですね。まさにそれです。使えばすり減り、必ず買い替え需要が発生する。リカーリング、つまり継続的な収益が見込めるわけですね。その通りです。そして3つ目が市場平均比、つまりトピックスとの比較です。はい。現在日本の株式市場全体が PBR1 倍割れを何とか改善しようと急いでいますよね。市場平均が漠然とした改善努力にとどまる中、この企業は単なる努力目標ではなく、明確に PBR1 倍以上をターゲットとして据え、そこから逆算した経営を行っているんです。過去の自社の枠組みを超え、競合環境の中での独自の立ち位置を見極め、市場全体からの要求に正面から応ている。これは投資家にとって非常にクリアなロードマップです。ええ。これらを総合すると、この企業の独自の定義が見えてきます。朝日ダイヤモンド工業は、単なる歴史ある工具メーカーではありません。というと、その正体は、半導体サイクルの裏側で、確実にチャリンチャリンと儲かるサブスクリプション型のインフラ企業なんです。なるほど。半導体が世界中で作られ続ける限り、そこに極物の課金スイッチが仕掛けられているようなものですね。そして資料の中で私が特に目を引かれた数字があります。それが、総還元成功3年平均 120% 以上という数値です。120% ですか。稼いだ利益が 100% だとすると、計算上、利益以上の金額を外に出すということになりますが。おっしゃる通りです。今年稼いだ純利益の全額に加えて、過去に溜め込んだ内部留保という貯金箱まで割って、お金を株主に還元するということです。貯金箱を割ってまで。ええ。具体的には、1株当たり30円の配当に加え、上限15億円、200万株という規模の機動的な自社株買いを実施します。先ほどの押し入れのゴルフセットを打った断捨離の成果が、この 120% という圧倒的な株主還元として生きてきているんですよ。経営陣がどれほど本気で資本効率の改善に取り組んでいるか、痛いほど伝わってきますね。口先だけの株主重視ではないということですね。さて、ここからは、この企業に吹いている追い風と乗り越えるべきハードルを整理します。投資においては、ポジティブな面だけでなく、潜在的なリスクや懸念材料もセットで把握しておくことが不可欠ですからね。はい。まず、追い風についてです。一つ目は言うまでもなく、AI やデータセンターの特急です。先ほど触れた通り、半導体の性能を上げるためのウェハの超精密研磨需要は、今後も指数関数的に拡大していくと予想されています。確実な需要ですね。はい。そして2つ目の追い風が、アメリカ・ジョージア州での人工ダイヤモンド製造プロジェクトへの買い手としての参画です。ジョージア州でのプロジェクト。これは単なる原材料の調達先の変更以上の意味がありそうですね。そうなんです。現在、アメリカは安全保障上の観点から、半導体の製造網をアメリカ国内、あるいは同盟国に回帰させるという強い政策を推し進めていますよね。いわゆるトランプ法に代表されるような自国第一主義的なサプライチェーンの再構築ですね。彼らはこのプロジェクトに参画することで、アメリカの国内製造網という巨大なファイアウォールの内側に入り込み、実利的な恩恵を直接享受できる期待があるんです。地政学的な分断リスクを見事に成長の場値にしています。非常にクレバーな一手です。では反対に警戒すべきハードルは何でしょうか？ハードルは大きく2つあります。1つ目は、原材料価格の高騰と供給リスクです。やはりそこですか。彼らの工具の命である天然および人工のダイヤモンド、さらには土台となる金属や特殊な樹脂類の価格が地政学的リスクなどで急騰したり、供給元が何らかの理由で操業停止に追い込まれたりすれば、直接的に生産コストが跳ね上がり、利益率を圧迫します。外部環境に依存せざるを得ない製造業の宿命ですね。価格転嫁の交渉力が問われる部分です。2つ目のハードルは EV 電気自動車市場の足踏みです。 EV ですか？はい。彼らは半導体だけなく環境対応として EV モーターの制御などに使われるパワー半導体用の工具にも多額の投資を行っています。しかし
現在グローバル全体で EV への移行スピードが明らかに鈍化しており、この分野への投資回収が当初の想定より遅れる懸念があります。つまり、マクロ経済や地政学的なリスクはあるけれど、備えは十分にあるということですね。はい。もしこのハードルをクリアできるならという仮説ですが、非常に興味深いシナリオが描けます。彼らが現在進めている150億円規模の強気な成長投資がしっかりと実味を結び、先ほど申し上げた外部環境のハードルをクリアして、会社が目標として掲げる PBR1.0 倍を突破できるなら、はい。現在の市場の需給バランスや ROE 向上のトラックレコードから見て、株価は1250円から1350円のラインを目指す可能性があります。閉店セール状態だったバランスシートから高級セレクトショップへの見事な脱皮ですね。まさに、ダイヤモンドのような固い意志で変革を遂げられるか。あなたは AI チップの裏側を支えるこの無冠の帝王にどのような未来を感じますか？ぜひコメント欄であなたの考えを教えてください。投資解説は情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の最終判断は必ずご自身の責任で行ってください。もしこの動画が面白かった、ためになったと思ったらぜひチャンネル登録、高評価もお願いします。今日もありがとうございました。気になる銘柄があればぜひコメントで教えてください。